こんにちは、ゆうかです。お元気でしょうか。今回の新月はお羊座。お羊座の28度、5ハウスで起こります。20時52分ですね。なんかね、毎回すごい感じなんですけど、前回の4月2日の満月で私たちのスピリチュアリティ、冷静さ、スピリチュアリティっていうか、私たちの本質が外に出ていく日だっていうのがあって、自分の中の本質と社会とのブリッジがかかってきますよっていうような日だったんだけど、この毎回ね、本当にすごいシャープな、なんていうんだろうな、ラインの上に私たちが立たされているっていうのを感じていて、でこれをなんか本当にね、うまく伝えられたらいいなっていうのが私の中の目標っていうかテーマでもあるんだけど、まあさ、その前回のさ、その自分の冷静さが社会とつながってきますよっていうのって、本当に今までにはなかったことだと思うんですよね。なんでかっていうと、私たちって社会に合わせるためには自分に嘘をついて、ある程度表面的な顔を作って社会に参加してきたじゃないですか。だけど自分の本質的なものから社会に出られるっていう、なんかいよいよもうそんな時に来てしまったっていう感じで、まあもちろんさ、全くそんな状況じゃないですっていう方もいるとは思うんだけど、でもそれくらいもう自分の本質的じゃないことをやってると、結構もうだいぶ苦しくなっちゃうのかなっていうような状況。まあ要はさ、天体ってもう磁石みたいなもので、それに、見えないし、もちろんわからないって言っちゃえばわからないじゃない。例えば Wi-Fi が飛んでるのもさ、気にならない人からしちゃえば気にならないけれども、でもその磁力っていうのは確実に働いていて、だから本当に自分らしくないって言ったらあれだけどことをしちゃうと、結構もう体に負担がきちゃったりだとか、本当に打撃を受けちゃったり、やっぱりエゴっていう言葉があるけど、なんかエゴを持ってるのって今までだったら気持ちいいみたいな部分もあったかもしれないけど、自分がエゴを持ってるともう本当に辛くなっちゃったりだとか、そういうのが結構シャープに出てくるんじゃないかなって思うんだけれども、今回の4月17日もやっぱりこの28度、お羊座28度で起こるんですよね。でお羊座28度もだいぶ最終的な度数になってきてるわけなんですよ。30度までしかないんでね。だからお羊座28度っていうのはだいぶもうラストの方であるっていうことで、その日のサビアンっていうのが落胆させられた大聴衆っていうのか、落胆させられた大聴衆っていうサビアンのシンボルなんだけれども、今までみんなと一緒に誰かに認められるためにすごく、やってきたっていう人もすごく多いんだと思うんだけど、でもなんかいきなりっていうか、それがもう適用しなくなっちゃうっていうようなタイミングなんですよね。それで私たちの個人の本当の力に戻るっていうタイミングであるっていうことなわけですよ。で本当に一人一人の力ってすごくみんな違って、
で私たちって自分の力が何なのかっていうのをじゃあ掘り下げてみようっていうことってあんまりなんていうんだろう、今まで訓練してこなかったけど、でも本当に一人ずつできることって全然違ったりするから、自分がどういう力が持ってるのかっていうのを改めて見直すっていうか、そういうのやっぱり知っていく必要があると思うし、これはもう今だからっていうよりも、もうどんどんそういう流れがやってきてしまっているっていうことでもあると思うんですよね。でしかも今回は5ハウスで起こってるってことで、5ハウスっていうのは自分らしさ、表現、創造性、喜びとか、そういうちょっと自由なハウスで起こっているわけなんですよね。だからもう誰かに評価されるためにやるっていうんじゃなくて、純粋に自分の喜びとして表現していくっていうようなタイミングであると。でもこれはずっとですよね。今年ずっとこれは言い続けていることですよね。そしてこの面白い部分っていうのが、一方で4ハウスですね。4ハウスがステリウムで、土星、海王星、水星、火星の4つの星が4ハウスに集中してるんですよね。でこれって現実をちゃんと整えましょうねっていうことを言っていて、これは土台とか基盤、生活を見直すこととかって、単純に言っちゃうとそうなんだけれども、私もよく言うけど、スピリチュアリティ、今回のタイトルにもしたけれども、ふわふわしているものじゃないってことですよね。私たちの本質を追うとか、そのスピリチュアリティを学ぶとか、その本質に対して敏感になっているっていうのは、なんか逃避してるみたいに勘違いしてる人もきっといて、例えば大天使ミカエル様とつながりましょうねとか、そういうスピリチュアル業界の言葉とかあるじゃない。で、もちろんそれも本当に大事だし、私もそういうのは大好きなんだけれども、ただ同時にやっぱりなぜミカエル様とつながるのかっていうところですよね。っていうことで、本当にそうすると自分っていうものがもっとシャープになったりだとか、ハートが開いていくだったりだとかで、そうなるとどうなるのかというと、やっぱりコミュニケーションが上手になる、そのシャープな言葉が出せるようになるとか、自分が着るっていうのかな、境界線とかがきちんとしたコミュニケーションが取れるようになるとか、その冷静さっていうのを繊細に突き詰めていくと、すごく現実的なものとして発動されていくわけなんですよね。でそれをどんどん現実的にやっていくことっていうのが必要で、例えば今回は私たち4月17日っていうのは自分たちっていうか、私たち夫婦ですよね。もうある意味スピリチュアルなことっていうのを仕事にしてるんだけれども、ある意味会社を立ち上げようっていうふうにしていて、4月17日に申請しようっていうふうに言ってるんだけれども、そういう感じでそれがふわふわしたものっていうんじゃなくて、現実的な会社だったり、お金をきちんと稼ぐ手段であったり、きちんと税金を支払うような手段であったり、学校に行った時にこういう職業なんですってきちんと言える手段だったり、あと名刺にそう書かれているような手段であったり、そういう感じできちんと根を下ろすっていうのかな、そういうようなタイミングにもなってきてるんですね。でこういう地に足のついた部分をきちんとやっていくことで、同時に自分の純粋な表現を生きていくっていう、同時にそこも同じラインでやっていくっていうことですね。
でその本当に自分の喜びから作っていくっていうような、もうそれがこう合致して一致してますよっていう段階の人は、もう一気にあれですね、現実がどんどん動いてくるかなって思いますね。だから本当にこう、もう周りの期待に応えなくても自分がどういうふうに喜びでいれるかっていうような姿勢で生きられるっていうようなことができてるっていうか、そこに対して理解が、もうできてますよっていう人にとっては、もう本当にどんどん動いていくっていう日になってくるかなと思います。そしてすごく面白いなって、これもすごいなと思うんだけど、 MC が乙女座の13度、だいたい13度か14度ぐらいなんだけど、その13度のサビアンっていうのは制圧する強い手っていう感じで、これは一言で言うと、混乱や過剰な動きを整理して、コントロールを取り戻すような力なわけですよね。なんですね。で、外側の混乱とか、内側の混乱とかをもうこれは違うって決めて、これを整えようっていうふうに決める13度、そして14度で家系図っていうサビアンがあるんだけど、もう家系図ってなんかいろんな意味合いがあると思うんだよね。なんかもうトラウマとか自分のネガティブな部分も家系から来てたりするものもあるじゃない。プラスいいものも来てたりするじゃん。なんていうの、本当に才能がある部分も。だからそれもすごい見極めていくっていうか、私とかもすごいトラウマ出身なんだけど、そういうのとかも家系から来てるんだなっていうのをきちんと見直していくと、これは必要ない考え方なんだなっていうのも見えてくるし、同時にすごい才能がある部分もあって、でそういうものも見直していくっていうことをしていくと、珠玉の自分っていうのかな、本当に大事な自分っていうのが見えてくるっていうもう家系レベルで DNA レベルで、きっとこれは過去性とかすごい深いレベルで自分の、パターンとか癖とかそういうものも整理されてくるっていうような、そして本当に大事なものが残るっていうような、かなりバッとしたような新月だと思うんですよね。だからこちらをぜひやっていただきたいなって思うのと、まだまだ本当にここまで全然行ってないよっていう方は、ただ本当に自分らしくない行動はなるべくやめるっていうことですよね。そしてもうなるべく自分のエゴに気がついたり、あとは今回言った家系の癖、なんて言うんだろうな、自分が例えばネガティブだったとして、ネガティブが悪いってわけじゃないんだけれども、でもそれって例えば両親がすごい自分に対してネガティブなことを言ってたから自分がすごくそうなってるとか、そういう場合もありますし、だからそういうことを見直していただいて、本当に自分がそれができない人間なのかって思うと別にできるっていう場合もあるし、だからそういう意識の見直しっていうのもしていただくといいかなって思います。で改めてなんですけど、これちょこちょこ言うんだけど、12月20日に去年の12月に20日に作った女神性の話っていうのが本当になんかもうこれは私の秘伝の話に尽きるかなって思うんだけど、これはもうこれだけで喋った方がいいかなって思うぐらい、なんかすごいなんて言うんでしょうね、強い話。一回喋ったけど、もう一回ぐらいどこかで喋ってもいいかなって思うから、ちょっとそういうのも喋ろうかなって今考えていたりはしますね。はい、そんなわけで今回はありがとうございました。なんか最近ちょこちょこ
なんていうのかな、見てくれてる数っていうのは数字としてはあまり伸びてる気はしないんだけど、でもよく聞いてますっていう話とかも聞こえてきて、それがすごく嬉しいなと思うんですけれども、とりあえずロングのビデオは YouTube は新月と満月に、一応は配信っていう感じで、あとはもしかしたらちょっと気が向いた時に長いやつとかを配信しようかなって思ってたり、あと最近ちょっとショートをちょこちょこ配信してますので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。ではありがとうございました。ゆうかでした。